はい、皆さんこんにちは。ヨガインストラクターのもみです。今日はサムネイルにもある通り、私が15キロ太っていた時の話をしていきたいと思います。よく生徒さんから先生また痩せたとかスタイルいいねって言っていただけることが本当にたくさんあって、本当にありがたい話なんですけど、15キロ全然太ってました摂食障害で太ってた時期がありました。前の動画でもね、何回かお話ししてるんですけど、結構辛い時期があって無茶食い障害になってた時があったので、その話をしたいと思います。まずはサムネイルにもなっている写真をもう一度改めてどうぞ。はい、どうですか？結構パンパンでしょもともとね、私丸顔なんですよ。だから顔にお肉もつきやすいから、丸が大きくなるか小さくなるかみたいなちょっと感覚もあるんですけど、体がね、その写真の時冬だったのであんまり出てなくて、夏のパンパンだった時の写真がなかったのがちょっと残念だったんですけど、逆に線がね、三段腹とかじゃなくて、この1個にまとまってる状態でしたね。はい、そんな状態だったんですけど、なんでじゃあ摂食障害になったかっていうお話です。きっかけは、社内恋愛で二股をかけられたことです。その時社会人になりたてで、口のうまい営業の男性にねちょっと転がされてしまって、自分の後輩とね二股をかけられていたんですよ。そう、結構私以外ほとんど知ってたっていう事実とか、どんどん結構ショックなことが次々とね、掘り出せば掘り出すほど出てきた時がありまして、その時にもうめちゃくちゃショック、初めての二股だったし、初めてその彼氏に裏切られるっていう経験をして、もう本当にどん底でした。で、その時の私はもう見返してやろうっていうまず気持ちになりましたね。失恋をして、もういろんなこと、それこそ本当にヨガを始めたのはそれがきっかけだったし、ジェルネイルやってみようとか髪型変えてみようとかで痩せる努力をとにかくしました。で、その時の私は無知だったんですよ。無知なダイエットで、朝ヨーグルト、昼ミートボールとうずらの卵、夜はスーパーとかで買えるお惣菜のサラダのみです。それだけでしばらく生活をしていて、ある日ファミリーパックのお菓子を夜ご飯後に5袋とか食べたりとか、家にある食べ物という食べ物を漁って回っていた、徘徊していたレベルで、もう冷蔵庫を開け、ちくわがあったらちくわただ食べるとかハムがあったら食べるとか、もう何でもです。食パンあったら一気に丸々袋全部食べてたこともあったし、いろいろね、結構武勇伝武勇伝があるくらい本当に食べ漁ってたんですよ。ダイエットをしようって思うこと自体はきっと悪くなかったと思うんですけど、栄養のことをちゃんと考えないダイエットをすると、体がね、緊急 SOS を出すんですよ。で、その SOS でもう今すぐ栄養を取り入れてくれってなるから、全部ね、食べ物、ありとあらゆる食べ物を全部取り入れようとしてたんだと思います。今思えばね。その時は渦中にいて辛かったし、全然気づけなかったし、教えてくれる家族も結構離れてたので、その時は一人でずっと悩んでました。病院にも行ってないです。なので無茶食い障害って診断されたわけじゃないんですけど、自己診断ですね。ネットで調べて、これはもう完全に無茶食い障害だな、泣きながら食べてました。もう食べて、食べちゃった、もう最悪自分、でも食べないと心が満たされない、泣きながら食べるみたいな毎日だったので、多分病院に行ったらそう名付けられてたんじゃないかなと思います。今でこそさっきみたいにポンって太ってる写真を出しました。当時は本当に写真撮るのも写真を見返すのも嫌でした。人前に出るのも嫌だったくらい。当時ね、ちょうど大好きな親友の結婚式があって、親友の結婚式なんだけど結構辛かったです、行くのが。そう、人前に出たくない。でも写真いっぱい撮られちゃう場所でもあるし、ドレスだし出したくないのに出ちゃうし、しんどかったですね。で、その当時の写真見返すとやっぱ、今もちょっと遅れ毛あるんですけど、こんなレベルじゃなくて結構大きめの太めの遅れ毛で顔周り全部隠してたりとか、写真撮る時もちょっと古いけど、こんなピースサインとかフェイスライン隠すポーズやってます。全部ね、結構見返すとそんな感じでした。
じゃあどうやって戻したかっていうと、戻すのに3年くらいかかりました。正直やっぱ3年はかかります。完璧に健康的に戻そうと思ったら。1ヶ月で戻せる人もいると思うけど、ちょっとあんまりね、体にもうこれ以上無理はさせたくないなっていうのがありますね。無理なダイエットをして体が SOS を出して戻すんだったら、その SOS を聞きながらね、徐々に戻してあげる方がリバウンドもないんじゃないかな。私はもうその元に戻ってから全然リバウンドしてないので、あんまり急ぎすぎない方がいいと思います。やってきたことは、まず第一に知識をつけました。栄養の本を読みました。特におすすめだったのが、ダイエットは食事が9割運動が1割っていう本だったかなとか、フランス女性はなぜ太らないっていうタイトルだったかな。ちょっと曖昧なんですけど、また後で貼ります。概要欄にもリンク貼っておきます。2つ目はマインドフルネスに料理をして食事をしました。まず料理をする時にジャージャーっていう音を聞いたりとか、目で楽しんだりとか、匂いも刺激されますよね。で、体も動かすじゃないですか。いろいろ洗い物しながらとか、下処理してとか。で、それで疲れて美味しい料理を食べるんですよ。でもしっかり匂いを楽しんだり、色を楽しんだり、美味しいなって思って食べるだけで結構小食で済むんですよね。最初はやっぱり無茶食いしてた時からだから、急にそんな小食にはならなかったけど、でもご飯をしっかり食べることで無駄な間食がなくなったんですよ。ご飯後にそんなファミリーパックのポテチ何袋も食べるとかなくなって、徐々に栄養のいい食事で満たされるようにだんだんなってきました。だから結構マインドフルネスに料理して食事をする、料理って結構大事だと思いますね。で、最後に運動1割じゃないですけど、ヨガとウォーキング1時間をできるだけ続けてました。ウォーキングはね、メンタルも安定するから、そのメンタル的に病んで摂食障害になってる方多いと思うんですけど、メンタル安定させることも結構大事だから、ウォーキングみたいな同じ動きをね、ずっとリズミカルに続ける動きは結構いいと思います。有酸素運動だからもちろん痩せるしね。で、ヨガももちろんいいです。体幹がつくし、筋肉もある程度つくから簡単には太らなくなります。ヨガもヨガ哲学っていう深いものがあるので、私はヨガをもう9年目になるんですけど、すごいそのヨガ哲学でメンタル的にも救われたし、受けていたインストラクターさんの誘導がメンタル的にすごい作用してくれる誘導をしてくれてたし、勉強すればするほど素敵だなって思うし、でそこからだんだん自分に自信がつきました。自分の良さに気づけたり、他の周りの人にね振り回されることがなくなります。自分軸で生きられるようになる。だからこそメンタルが安定して、でやっぱヨガは運動でもあるから筋肉がついて、私インドカレー好きなんですけど、インドカレーナン1枚半とか2枚おかわりして食べたとしても全然太んないです多少ねむくんだりとかぽっちゃりする時あるとは思うけど、気にならない。それが自分だから、自分でいいって思ってるから。太っちゃうんだったらその時必要だったんだ、太る何かがあったんだって受け止められるから、じゃあどうするって自分に聞いてあげることができるから、そんなね体重の増減がほぼほぼ気になってないです今。以上を踏まえて、もっともっとね若い方にも知ってほしいんです、ヨガの魅力を。若いとどうしても運動不足じゃないからヨガなんてって思っちゃうと思うんですけど、ヨガの良さはもちろん運動もある、ダイエット効果もあるけど、もっと内側のもの、もっともっと根本的なもの、メンタルのことがあるので、そこからしっかり積み上げられると、もうねダイエットとかいちいち気にしなくなると思います。多分だけどダイエットって気にしてるうちは痩せないと思うんですよね。ナチュラルになっていくのがダイエットだと思うから、痩せようダイエットしようとか思ってるうちは永遠に終わらないダイエットじゃないかなと私は思います。ここからは宣伝になっちゃうんですけど、私のオンラインレッスンはZoom を使ってね、1時間初回だったら1500円から2回目だったら2000円から受けられます。詳しいことはねホームページに書いてあるので、概要欄から
飛んでもらえたらわかるかなと思うんですけど、もし1500円だったらコスメ1個買うくらいだと思うので、女の子だったらね、男性もヘアスタイリング剤とか買うレベルの値段だと思いますので、インスタグラム見たりとかして私のヨガのスタイルとか見てもらって受けてもらえたら嬉しいかなと思います。結構こんな感じでフランクなレッスンをしていくので、私できないとか俺硬いからとかも気にしなくて全然大丈夫ですということで今回はこれで終わりにしていきたいと思います。この動画にちょっとでも励まされたよとか参考になったよという方はぜひいいねボタンやチャンネル登録よろしくお願いします。もしね今悩んでる方とかちょっと悩み吐き出したいわっていう方も全然コメントいつでも待ってます。では胸の前で合掌していきましょう。この後の皆さんの時間がより穏やかで素敵な時間となりますように。本日もご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。